ザ・キングオブファイターズ98アルティメットということで、今回はこちらのねプレイステーションのソフトザ・キングオブファイターズ98アルティメットを解説レビューいたします。ザ・キングオブファイターズ98アルティメットマッチ KOF98 のリメイク作品として2008年3月18日稼働開始。キャッチコピーはドリームバトルの究極進化。 KOF98 までのキャラクターが総出演したオロチ編総集編的な作品。無印の KOF98 から一部演出も追加。ステージも 3D にアレンジされており、システムもアルティメットモードなどが追加された。プレステ2版はネオジオオンラインコレクションボリューム10として約3ヶ月後の2008年6月26日に発売された。家庭用追加要素も追加されていたり、オンラインプレイができたりと盛りだくさんな内容だった。その後にプレイステーション3でダウンロード販売もされた。2014年12月に Steam 版が発売されるまでプレイステ2でプレイしたユーザーも多いのでは。プレイステーション2版 KOF98 アルティメットいいところいきましょう。1つ目、移植度が高い。やはりねプレステ2といったところか、移植度がグラフィック操作性ともに高い。プレイステーション2版 KOF アルティメットいいところ2本目、1本目のソフトで2本の KOF98 が楽しめる。リメイクのアルティメットマッチとネオジオオリジナルの2本の KOF98 が楽しめます。プレイステーション2版 KOF98 アルティメットいいところ3つ目、ロードが速い。前にねプレステで出た98はプレイステーション1だったのでロードは遅かったが、今作はプレイステーション2なのでロードが速い。プレイステーション2版 KOF98 アルティメットいいところ4つ目、プログレッシブモードに対応。 D 端子コンポーネントで接続していたらプログレッシブモードで高画質でプレイできます。かなり綺麗ですからね、プログレッシブモード。プレイステーション2版 KOF98 アルティメットいいところ5つ目、家庭用追加モードがある。サバイバルモード、プラクティクスモード、ギャラリーモードなどいろいろ盛りだくさんあります。プレイステーション2版 KOF98 アルティメットいいところ6個目、 BGM がオリジナル BGM とアレンジ BGM の2種類を選んで遊ぶことができる。プレイステーション2版 KOF98 アルティメットいいところ7個目、キャラクターをね自分好みのカラーにできるカラーエディットモードがあります。プレイステーション2版 KOF98 アルティメットいいところ8個目、背景もねアレンジされた 3D とオリジナルの 2D の2種類から選んで遊ぶことができます。まずはこちら 2D でございます。でこちらが 3D。プレイステーション2版 KOF98 アルティメットいいところ9つ目、条件を満たすとラスボスの裏キャラ多数が追加されます。でもね条件がねこんな感じで盛りだくさんでございます。オロチエンのボス3人はねもちろん裏キャラもいます。プレイステーション2版 KOF98 アルティメットいいところ10個目、オンラインコレクションなのでオンライン対戦ができる。当時オンラインはまだね身近ではなかったがオンライン対戦が楽しめた。プレイステーション2版 KOF98 アルティメット残念なところいきましょう。まずは1つ目、なぜかオプションで難易度設定しても反映されない。しかしネオジオ版で難易度を設定したらそれは反映されるという、ね、謎の現象。プレイステーション2版 KOF98 アルティメット残念なところ2つ目、背景が 2D 設定をした場合ごく稀にギースのマックス版デッドリーウェーブを使用した時にね画面がフリーズするらしい特殊な場面なので私はまだ遭遇したことがないです。プレイステーション2版 KOF98 アルティメット残念なところ3つ目、隠しキャラの隠しキャララスボスが使えるのはいいのだがそのキャラクターを出す作業がねまさに作業地獄。プレイステーション2版 KOF98 アルティメット残念なところ4つ目、ギャラリーを開放する条件が難易度が高くてね、しかもネットがないと開放できない。
だから現在ではね、改造コードを使うなどしない限り解放できません。ロードの比較いきましょう。まずはね、起動スピードです。プレイステーション2ザ・キングオブファイターズ98アルティメットマッチドリームキャストザ・キングオブファイターズ99、そしてね、プレイステーション1版です。ロゴが消えたらカウンタースタートしております。さあ、どこが早いかな。ドリームキャスト版がなんか早そうな雰囲気でも、プレイステーション1版こちらの方も動きがありますね。プレイステーション2版ザ・キングオブファイターズ98アルティメット、まだ何も動きがありません。ドリームキャスト版が一番早かったです。 12.45 秒。それに続きましてプレイステーション版、こちらが 16.58 秒です。さあ、プレイステーション2版ザ・キングオブファイターズ98アルティメット、まだオープニング来ないか。そろそろ来ましたね。ネオジオオンラインコレクションのオープニングです。 35.63 秒です。プレイステーション版よりね 16.68 のプレイステーション版よりプラス 19.05 秒。一番早かったね。ドリームキャストと比べると 23.18 秒。こんなに違いました。それでは戦闘までのロードの比較いきましょう。画面が暗くなったらね、カウンタースタートします。みんなね、どんどん演出が違いますね。アルティメット、今回はこの4本。アルティメットが一番早いな。で、それに続きまして KOF98 ネオジオ版、それからドリームキャスト版来ましたね。ドリームキャスト版結構ロード時間かかってるんですね。 5.82 秒ね、違いますね。そしてさすがプレイステーション版、まだね、来ました。20.18 秒。差がひどい。19秒差がついてますね。それでは2戦目のロードね、プレイステーション版、ここで挽回できるかできないのか見ていきましょう。プレイステーション版は今回はね、ネオジオ版が早かった。そしてアルティメットが続きます。そしてドリームキャスト、さすがに長いプレイステーション版プレイステーション版 11.93 秒、その差はね 10.98 秒、ほぼ11秒差ですね。かなり差がつきました。それではグラフィック&サウンド比較です。 KOF ね98アルティメットネオジオ版 KOF98、 こちらはプレイステーション2のねアルティメットの方のソフト使います。そしてプレイステーション1、そしてドリームキャストです。横にあるのはね、今回使ったコンバーターです。概要欄の方にコンバーターも載せているので、気になった方はチェックしてみてください。まずはオープニングの比較いきましょう。結構ね、オープニング違うんですよ。はい、ドリームキャスト版だけね、アニメーション、オリジナルのアニメーションになっております。さあ、キャラ選択画面です。結構ね、ここも違うんですよね。ドリームキャスト版、ネオジオ版とプレイステーション版は一緒で、ドリームキャスト版も違いますし、アルティマットも違います。それでは東京見ていきましょう。ステージ、まずはネオジオ版から。そしてプレイステーション1版、ドリームキャスト版、プレイステーション2アルティメット、
同時比較。ウィナーということでね、もうウィナーもドリームキャスト版違うな。で続きましてスペイン見ていきましょう。結構違うんですよスペイン。まずはネオジオ版。プレイステーション1版。ドリームキャス版。ドリームキャス版はね、なんか手抜きなのかこのステージだけなんですよね。そしてアルティメット。同時比較。ドリーム他のねKOF98 は時間が流れるのに対してドリームキャスト版はね時間が流れるこの夜のステージだけなんですよね。ということで今回は KOF98 こちらの方をねアルティメット版プレイステーション2のアルティメット版をねいろいろねレビュー解説してみました。比較とかも、ね、やってみました。なんだかんだとこのアルティメットスチーム版がね発売されるまでねやっぱりプレイステーション2でしかね遊べないというねそんな感じがありました。やっぱりね結構長く遊んだ作品ですね。個人的にはこのアルティメットが KOF の中で多分一番好きかなそんな感じです。ということで今回の動画はここまで。またね別の動画も作っていくのでそちらもよろしくお願いします。それではまた次回別の動画でお会いしましょう。それではバイチャー。